RX7 ですね。1997年式。走行距離に関しては15万5000キロですね。走ってますがご安心ください。カーボンエアロボンネットですね。 G フォース、中これすごいんです。非常に非日常を味わわせてくれる。はい、よし君こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日は、12月25日。今日は何の日ですか？今日クリスマスです、ね。クリスマスですね。全然仕事ですね。なんか過去一クリスマス感のないクリスマスを送ってる今日この頃っていう感じですか？はい。今日はたくさん撮りますから。たくさん。もうシャカ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 撮って、はい、あとは早めに帰ってクリスマスパーティーやりましょう。そんなクリスマスの真っ赤なサンタさんみたいな感じですか？そういえばそうです、ね。そういえばそうでしょ。はい、そういえばそうですよね。今日紹介させていただくのはですね、はい、こちらの RX7 ですね。はい、アンフィニ RX7 っていう感じになりまして、はい、アンフィニってことは何型までとかって分かる？アンフィニっていう名称は聞いたことありますけど、はい、はい、その何型とかは分かんないです。何型とかは分からない。はい、マツダって、簡単に言うとね、トヨタで例えてもちょっと今また変わっちゃったからあれだけど、ちょっと昔で言うならばさ、はい、ネッツトヨタとかさ、トヨペットとかさ、はい、ありましたよね。ありましたね。ありましたよね。それと同じで、マツダにも分かれてたんですよ。はい、マツダ店とアンフィニ店っていうのがあったんですよ。でそのアンフィニの方で、RX7 売ってたわけですよね。でそれが、平成9年の終わりぐらいだったかな、1997年ぐらいに統合しまして、でそこからマツダ1本だったんですよ。で、RX7 の歴史でいうとね、1型初期型から12345型っていうのがあって、はい、でその4型まではですね、アンフィニ店で売ってたんでアンフィニ RX7 みたいなっていう名称だったんですよね。ここまで OK ですか？はい、で56型に関してはもう統合されてるんで、はい、アンフィニって名前はなくてもう単純にマツダの RX7 みたいな形になったんですけれども、一応そんな感じでしたと。っていうわけなので、アンフィニの RX7 の、この車は最終って言ってもアンフィニとしてのになるので、はい、4型の車になります。あ、4型なんですね。4型、はい、12345あって、12が前期、34が中期、はい、56が後期というならば、はい、中期の終わりみたいな感じかな。ちょっと分かりづらいんだけどね、はい、そんな感じでございました。で車の内容をさらっと先に言っちゃうと、はい、今日紹介させてこちらですね、1997年式、はい、平成でいうと平成9年式の11月登録の RX7 ですね。アンフィニ RX7 でグレードはですねタイプ RB という形になります。で、走行距離は15万5000キロ。まあまあ走ってます。まあまあ走ってますよね。はい、はい、で、車検は来月切れます。修復歴はなし、はい、で、外装はちょっとさらっと舐めていただいてよろしいですか？舐めていただいてよろしいですか？もう見るからにですね、内好みの、内好みのお車ですね。でこれ純正色なんで、はい、純正色のカラーコード NU っていうヴィンテージレッドっていう色ですね。はい、はい、でですね、じゃあ中もさらっと舐めてもらえますか？中も下からちょっとこう煽っていただいていいですか？すごいでしょ。すごい。はい。このロールゲージがね、赤い。はい。という形でございます。OK ですね。はい。はい。スポーツカーってさ、まずそもそもが非日常じゃないですか。普段から乗ってる、いつも乗ってる軽自動車とか乗用車とかミニバンとかとは違って、はい、やっぱちょっと非日常の感覚でよしやるぞみたいな感じになりますよね。そうですね。しかもそれが90年代2000年代初期のこの第2世代ですかね、はい、っていう形になるとなおさら、懐かしいみたいなところがありますよね。はい、でさらにそこから、これだけガチガチにいじってあって内装ね、フルバゲット入ってロールゲージとか入って追加メーターとかあるともう非日常の極みみたいなね、ちょっとやる気になりますよね。街乗りで使うにはちょっとしんどいかもしれませんが、はい、でも今もう RX7 とかこの年代の車を街乗りで使ってる人って多分そんなにいないと思うんですよ。そもそも高いからそれもあるよね。そんな乗り方をするのかなと思いますけど、そうだよね、はい、っていうのがあるので、じゃあせっかくの休日、はい、特別なお休みの日にちょっとドライブ行ったりとかですね、はい、じゃあ例えば軽くミニサーキット行ったりとかですね、はい、せめてその時ぐらいは、特別感を味わいたいので、はい、その特別感が、めっちゃ味わえる車となっておりますので、はい、紹介してみましょう。さっきヨッシーが言ってね、15万5000キロっていうところでめっちゃ走ってるって言いましたよね。はい、安心してください。走ってても大丈夫な要素がこの車に詰まってますので、それもちょっとお伝えできればと思います。はい、はい。
じゃあ本日やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう。はい。はい。改めましてですけれども、今日紹介させていただくこちらの車はアンフィニー RX7 ですね。4型の車になります。はい。で年式は1997年式11月登録なので、25年経ってしまってますね。25年経ってしまっているということは、これ輸出されるような車になるということです。車になってしまったという形ですね。はい。なので値段は中古車価格はどんどん上がってますという感じです。先に相場感だけちょっとお伝えすると、はい、少し前の動画で多分言ったかもしれないけれども、はい、4型まで、平成10年2年前ぐらいまでですかね、はい、4型までは25年経ってたんで、どんなに程度が悪くても結構値段高かったんですよ。はい、ところが、今年に入ってから、はい、5型の平成11年式1997年式も25年経ったわけですよね。はい、でそうすると、5型の値段がここでね、感覚的にですけど、はい、実際もそうですけど一気にドーンって上がってるイメージです。ということはもう RX7 5型もう5型も上がって6型も上がっちゃったっていうところがあって、はい、狙いやすいところがもうどれもなくなっちゃって、基本的にはもう全部高くなっちゃいましたという感じです。だからうちで結構前に言ってた、5型6型とか結構狙ってさ、そこがまだ輸出レンジかかってないからさ、はい、狙って仕入れて、でそれを安くったって高かったけれども、でもそれでも安かったのかなと思いながら買っていただいたお客様たちはギリギリセーフだったと思います。はい、今は多分値段じゃ買えなくて、はい、もうプラス100万ぐらい必要なんじゃないかな。それぐらい一気にカーンって上がっちゃったと。そうすると、どこを狙ったらいいかっていうと、はい、やっぱりですね、上がった車に手出すのはちょっとナンセンスなので、はい、結構うちそこも、チャレンジはしてるけれどもそんなに追っかけてはなくて、はい、逆に言うとちょっとこう、落ち着いた3型4型、はい、ここら辺を結構狙ってね、仕入れようかなって思ってたところに、はい、この車が出てきましてですね、はい、で、買わせていただいたと、そんな感じの経緯ですね。であとは、走行距離に関しては、15万5000キロですね。さっきヨッシー君が言っためっちゃ走ってるって言ってた通り、車の走行距離自体は走ってます、はい、走ってますがご安心ください、大丈夫な要素がちゃんとありますので、はい、それはまたね、エンジンのところのルームのご説明のところで、ちょっと話させてもらえればという感じでございます。はい、このド派手な、スポーツカーにしては珍しく修復歴は取られてないなしという形でございますね。すごいすごい、はい、それだけですごいと。じゃあ早速ですね、外装から見ていきましょうかね。はい、もう見どころ満載で、見るからにいろいろいじってます。そうですよね。はい、で、先に言っとくと、この動画は試乗の動画もやりますから、多分時間的に2本立てになると。やっていきましょう。まずですね、フロント、どっから行こっかなこれ。外装はじゃあまずは、ボンネットですね。はい、TCP マジカスの G フォースカーボンエアロボンネットですね。 G フォース。一応これフルカーボンじゃなくてハーフカーボンかな、表カーボン裏 FRP みたいな感じのものが、まず入ってます。はい、で、フロントバンパーはですね、佐藤商会さんですね、 RS パンテーラの、フロントエアロバンパーという形になってます。ここがねちょっと割れちゃってるんですよ。はい、ああそうですね。はい、で、これ直す予定ですのでご安心くださいという感じでした。はい、ちょっとね時間がなくてねできなかったでも直ってるんですね。直ってる時には一応ね直す予定、今ねお客さんとかで走行会とかも結構なんか盛んなのか分かんないですけど、はい、自動車2台ぐらいちょっと入庫待ってて、ちょっとここまでまだ手が回ってないんですけれども、はい、一応手が空いたら直す予定という感じで、このフロントのフルバンパータイプのものが、入ってるという感じですね。はい、で、横回っていただくと、サイドスカートが、これは藤田エンジニアリングさんのフィードカーボンサイドスカートっていうんですかね、っていうのが入っているという形でございます。 OK ですか。はい、で足回りは後に置いといて、リアバンパーですね、リアバンパーはこれオリジンの多分バンパーだと思うんだよね。オリジンのバンパーにこれ多分ねカットしてあるの、このデザインじゃないと思うんだよな多分。これカットしてるんですね。多分ね、はい、カットしてネットを貼ってっていう感じなのでやってある。であとは、牽引服が前後ともついてるという感じですね。はい、であとは、カーボンウィングですね。大きい GT カーボンウィングが、ついております。不安感しかないですが不安感しかないですがという感じです。これも出品表にはねユーラスって書いてあったんだけど、はい、多分ねユーラスじゃ俺ないと思うんだよな。ちょっとこれデザインで分かる人いないか。でももし分かったら
教えてほしいなとか思いながら、はい、っていう感じでございます。であとはルーフに関してはカーボンではなくて、これはラッピングなので、はい、ただ貼ってあるだけという感じですね。はい、なんで外装は、一周パリッと決まってて、目立つ傷っていうとさっきのそうだね、ここのエアロの下の部分と、あとはリアバンパーだね。リアバンパーのね、ここかな、今ちょっと割れ出てて、これぐらいはねもう直さない。これはこのままです、ね、これはもうこのまま、はい、っていう感じで、考えておりますというイメージです。 OK ですか？はい、はい、で、続いてホイールですね。ホイールと足回り、はい、足回りに関しては、レイズの T さんなどみんな大好き、軽量光合成ホイールでございますかね。入ってて、ホイールサイズがフロント 8.5J のリアが 9.5J と前後異形ですね。はい、はい、8.5J、9.5J で、タイヤに関してはフロントが245の4018、2454018で、リアが2653518という感じになっております。はい、だから後ろからちょっと見ていただくと、9.5J でこれ爪折り一応してあるんだけどね。そうですね、はい、爪折って逃がしてるっていう感じですか。折らな、でも折らないと当たるか、さすがにっていう感じですかね。でですね、装着されているタイヤが、ブリヂストンのハイスペックスポーツタイヤ RE71RS なんですが、はい、見ていただいて分かる通り、タイヤの山はズルズルです。ズルズルってわけでもないけどズルズルです。しかもこの焼け具合、そうですね、ほら結構走ってますねって感じですね。わかりますか？ちょっと変えた方がいいんですか？これもうそうだね、これはもう交換時期だね、はい、という感じでございます。で車高に関してはHKS の、ハイパーワークス 4GT の方かなの車高調でローダウンされてて、はい、であとは、ブレーキラインが、IDI だったかな、ステンメッシュホーステフロンブレーキラインですねが入ってるのと、あとキャリパーに関してもこれ多分スピリット R の、純正キャリパーかなを多分流用してるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、パッドは青いからエンドレスのパッドでも入ってるんでしょうかね。まだパッド残もたっぷり残ってそうですね。そうですね、はい、はい、という形でございます。足回りに関してもバリッと決まってるという感じですね。はい、この赤のボディはかなり色あせが出やすいんですけれども、はい、この車ですね結構なんて言ったらいいのかな、メンテナンスっていうのをされてるんですよ。はい、なのでこの赤がちゃんと綺麗に保たれてるという形なんですが、ところどころね補修はかけてあります。多分この下は俺色あせてると思うんだよね。貼ってる下ですね。そうおそらくこの下は合わせてるんじゃないかなと思います。はい、でもこういうので隠したりとか、はい、ボンネットはね変えてるからさ、はい、色あせしてようがしてなかろうがじゃん。でリアスポイラーに関しても取り付け時に純正のこの穴をパテ埋めしてあるんですよ。はい、だからこれもやっぱり板金が入ってるので、はい、綺麗に収まってますよね。そうですね、綺麗に収まって綺麗になってますよね。だからよく結構 RX7 のこのヴィンテージレッドはもう色あせしちゃってピンク色っぽくなっちゃってたりとかさ、はい、色あせが出ちゃってる車たくさんあるんですけれども、はい、どっからどこ見ても結構抜かりないぐらい綺麗という感じです。でさらに言うと、最後にちょっとまたご説明するんですけれども、はい、このね左右のドアとかあとガラスモールとか、はい、ここら辺なんかはね実は変えてあるんですよ。去年一昨年ぐらいかな、はい、に変えてあるんですよ。なので結構ね外装に関しても走ってる車だから傷なんか気にしないっていうわけではなく、はい、結構ちゃんと外装に関してもメンテナンスをされてた1台なので、バンパーだけ直しちゃえば他めっちゃ綺麗みたいなそんな感じでございます。はい、もちろんそのエンジンルームここから見て分かるように穴開いてますんで外置きは NG ですから、はい、100歩譲ってせめてボディカバーかは、必要な車にはなりますけどね。はいっていう感じでございました。 OK ですか？はい、はい、じゃあ続いては中行きますか。はい、ね、中これ本当にすごいんですよ。じゃあヨッシー君、はい、ちょっと座ってみますか。ヨッシー君が座って、うわいやすごいホールドされてます。ホールドされてるでしょ。めちゃめちゃこのなんていうの、座った瞬間にさ、はい、じゃあエンジンかけてもらっていいですか。
クラッチ踏まないとかかりますからね。オンにして止めてくださいよ。はい、オンにして1回ちょっと止めて、ちゃんと燃料ポンプ動いてると、そういうのを確認してから、オンにしましょう。はい、はい、いきます。どうですかお客様。さっき俺が言ったさ、はい、非日常の意味がわかるでしょ。そうですね。そう、はい、そうなんですよね。こういう車っつうのは、はい、そうやっぱこのホールドされてる感、さまざまなその計器類、そしてこの自分を守りボディ剛性を上げるロールゲージですね、はい、これが非常に非日常を味わわせてくれる1台なんじゃないかなと思いますし、はい、意外とさこんなのもさほらこんなのもそのままついてますから、はい、それついてたんですね。それついてた、はい、っていう感じでございました。まあそんなのはいいんですよ。装備を説明していきましょう。ですね、まず制御、はい、制御に関してはこの APEX のパワー FC ですね、 FC コマンダーがついてますけれども、はい、パワー FC のコンピューターが入っていて、はい、この車制御されていると。ブーストコントローラーは HKS の EVC-7 かなが、ついているという形になっております。であとはハンドルがもうチャンピオンって書いてありますね。チャンピオンとか、オートゲージの、追加メーターとかが入っていると。一応こんな感じになってます、はい、OK ですね。でですね、ロールゲージが入ってたりとか、あれデジタルインナーミラーだったんですよこれが。ほらほらほら、これをはい、デジタルインナーミラー型の、まあ、一応ドライブレコーダーも兼ねてるっぽいですね、はい、これはちょっと社外品というかよくわからないんで詳細不明っていう感じにしちゃいますけれども、はい、という感じでございます。揃ってますね。はい。でね、セブンの内装、結構やっぱ内装も僕大事にされてたんじゃないかなって思ってるのが、はい、やっぱりこういうところのエアコンの吹き出し口のパネルに割れがなかったりとか、あとよくあるのでいうとここのパネルね、ここ肘置いて割れちゃったりとかさ、はい、そういうのもない、ちゃんとした状態で保たれてたりとか、あとはパワーウィンドウスイッチね、前もちょっと壊れてたやつあったけどさ、はい、これなんかも普通に動きます。動きますね、はい、こちらも普通に動きますし、はい、動きますね。じゃあそのまま向こう見ててもらって、はい、ミラーの角度調整、これも動きます。右側もどうですか？右側も、はい、はいはい、こんな感じですね。はい、動いてます。全部ちゃんと動いてますね。うん、はい、動いてるね。はい、でエアコンに関してもちゃんとアイドリングアップして、今一回切りますよ。はい、マグネットクラッチ入って、ちゃんと冷たい風が、まあちょっと寒いからね、あまり確認にしてもっていうのはありますけれども、まあ全然普通に全部が機能するという形でございます。やっぱりそのままにしちゃってる車も結構見受けられますが、はい、これはちゃんと動く状態になっているっていうのはやっぱ大事にされてたんじゃないかなと思います。あとはリトラクタブルのヘッドライトね、上げますよ。はい。でヘッドライト上げますよ。はい。はい。ちゃんと動きますね。大丈夫ですね。はい。はい。っていう感じです。でですね、あとさらにですね、この車はちょっと一回じゃあ後ろトランクルーム行こうかな。ちょっとエンジンうるさいから一回行きますか。よっ。ほら、ロールゲージがこう入ってますね。ちなみにロールゲージに関しては、さっき言ったように乗員保護ですね。クラッシュした時とかの乗員保護もそうですし、あとはやっぱりボディ剛性、これだけがっつりしたものをいろんなところに止めてますから、ボディ剛性も上がると、はい、ただこれむき出しだと車検通らないんですけれども、はい、ちゃんと巻いてあるので車検通ります。クッションみたいなのがさ大丈夫という感じなんですけれども、一応ねこの車乗車定員は4人のまんまなのよ。そう4人のまんまなんだけど、これだけもしかしたら外さないとダメかもね。車検通らないかもね。それはこれはダメなんじゃないかなっていうふうには思います、はい、あとはでも後ろあれだね、これブリットのフルバケットシートちゃんとカバーついてるから、これは大丈夫そうだね。はい、これがむき出しだとやっぱりこれも車検に引っかかったりとかっていう項目になってくるんですけれども、はい、これはちゃんとそこまでやってあるんで大丈夫という感じですね。でですね、あとは何といってもサーキット走行に必要なのは4点式のシートベルトですね。はい、ほらすごいサベルトのしっかりしたやつ、シートベルトがちゃんとありますので、これでサーキット行ってもらっても大丈夫と、はい、そのまま行けますっていう感じの仕様になっております。はい。
街乗りする時もこれダメです街乗りは普通のシートベルト使ってください。はいまあ実際のところはね、僕もクラッシュしたことはないので分かんないんですけれども、はい、結構ぶつかるとやっぱすっ飛んでっちゃうっていうのがあるんですよ。はい、であとはここのキャッチの部分、一応ここの部分、はい、がこのキャッチって、はい、2種類あって、昔のタイプだと、はい、結構こういうシートベルトとかで使ってるようなさ、はい、こういうタイプがあるんですけど、はい、これはちゃんとサベルトのいいやつなんで、はい、こうカチャッと、よいしょ、こんな感じですか、こんな感じですか、はい、まあこうやって止まってるわけだよね。はい、で事故とかの時に、はい、こういうタイプはここひねればすぐカチャンとこう外れるんですよ。そう、はい、でやっぱりクラッシュした時って、はい、まあ要は緊急事態なわけじゃないですか。そうですね、でこういうのでこう絡まってたりとかすると、はい、例えば、まあ、エアバッグとこれついてないけどね、結構大クラッシュで挟まっちゃったりとかもそうだし、はい、あとはやっぱり火災とかね、そういう時とかに、はい、早くエスケープをしなきゃいけないわけなんですけれども、はい、まあ、そういう時にはやっぱこういうワンタッチでカチャッと外れるのをつけとくのがいいと。脱出しやすいって。そう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 、はい、と、ショップさんは言っておられましたと。っていうので俺もやっぱり3人の方はこれつけてるんだけど、やっぱこういうタイプにしてあるんでね、はい、なんで、これも初めからついてますから、はい、すぐサーキットに行けると。なるほど。何もなしでこれすごいいいと思うんですよね。はい、まあこんな感じですかね。はい、あとはそしたら一応まあトランク空いてるからトランク見とこうかな。はい、トランクに関してはね、ちょっとだけサビ出てます、あります、はい、こんな感じですね。サビ出てるというか、これねスペアタイヤの後のサビっていう感じなんで、まあ多分これちゃんとやれば取れると思うんだけどね、まあここはちょっと綺麗にしたいかな。綺麗にはなる、多分あ、なんかこれ書いてあるね、令和3年だから2021年10月、はい、ここ燃料ポンプ入ってるね、エアロモーティブの燃料ポンプに変わってるのかな、はい、っていう感じでございますという感じです、って感じでございます。 OK ですね。はい、じゃあ次は、待望のエンジンルーム行ってみましょう。はい、エンジンルームはですね、はい、ボンネットキャッチ、ピンがないんで今ボンネットキャッチって言ったんですかね、はい、4つも止まってますと。1234 1飛ばないようにね34、はい、はいはい、これでちゃんと走れるという感じですね。なんかね、ここだけちょっとスカスカなんだよな。これ止まってんのかなこっちは止まってんだよね。はい、でこれ開けて歪まないようにね、開けてからやってあげた方が車には優しいんじゃないでしょうかと。じゃあヨッシー君が不安に思っている15万5000キロのエンジンルームですね、こんな感じになっておりますと。めっちゃいじってるように見えますけど、はい、けど、実はねこれ結構ノーマルなんだけど、はい、まあちょこっと手が加えられてるっていう感じですかね。はい、まあ一見そのね、やっぱこのアルミのインテークとか、はい、この ARC のねエアダクションのエアクリーナーのボックスですかね、はい、が派手には見えるんですけれども、はい、インタークーラーとかこれノーマルだしさ、ラジエーターとかもね変えてないんで多分ノーマルだと思うんですよね。はい、っていう感じなんですよ。なので、はい、パッと見はいじってそうだけど意外と中身はノーマル、パビもノーマル、普通のシーケンシャルのシーケンシャルターボか、はい、っていう形になってますので、変わってる部分はこのアルミのパイピングとエアクリアのボックス、はい、あとは細かいところでいうとこのエアポンプのフィルターですかね、これとかも部品代にしたら1万円ぐらいだからさ、そんなもんなんですね。そんなもんなんですよ。はい、とかあとは、オイルキャッチタンクね、はい、まあこういうのなんかも必須じゃないかな、サーキット走るんだったらねっていう感じでありますと。あとは、まあ、これがブーストコントローラーの、やつでしょとか、なんかあそこに2021年10月って書いてあるけどね、ここは2022年1月とかね、まあ、そういうのでこう変えたよみたいな感じなんですかね。はい、あとはエアクリーナーの、これ変えてあるんで、はい、ここのダクトを改造して、なんかこのねアルミテープを貼ってあげると多分空気が逃げないでエアクリーナーにより、行くんですかね、風が。っていう形の加工もされているという感じでございます。でですね、細かくはまた後で最後の方でお伝えしますけれども、はい、一番初めに何度も言うようにその15万5000キロのロータリーエンジン不安でしょ、はい、ちょっと大丈夫かなというのがありますですよね。はい、でそれは僕も買う時に当たり前ながら不安に思うわけですよ。はい、でも安心してこの車は買ったんですよ。安心、はい、その理由はですね、まずこのエンジン11万1000キロの時、はい、の、3年前4年前だったかな、ちょっと後で見せ出しますけれども、マツダのねリビルドエンジン乗せ替え済みなんですよ実は。あ、そうなんですね。そうだからまあ新品とはもちろん言わないよ、リビルドエンジンなんで、はい、なんですけれども4万4000キロ前に、はい、
エンジン乗せ替え済み、乗せ替えてからまだ4万4000キロしか走ってないんですよ。だから安心なんです、ね、そういうこと、そういうことなんですよ。4万4000キロの個体が仮に出てきたらとんでもない値段になるからね。そうですよね。そうだからボディはね、まあ言ってもねやっぱり15万5000キロなんですけれども、エンジンの根幹の部分ロータリーはね、やっぱそこら辺に皆さん不安を抱えますから、それが変えてあるっていうのはものすごいセールスポイントなんじゃないかなと思います。そういうことだったんですね。そういうことです。そういうことだったんです。で閉めてキャッチでこれ止めてと、そんな感じでございます。OK ですかね。はい。じゃあよし君、今日の1本目の動画は、一旦ここまでにしておきましょうか。ここまで。一旦ちょっと時間的にもうで、次の動画ですね。2本目の動画からはまだマフラーサウンドはアイドリングしか聞いてないと思いますので、マフラーサウンドをやって、でせっかく、もうメイン言語終わってますから試乗もして。であとは、最後に言った、リビルトエンジン乗せ替えとか、もろもろ他もねやってあるんですよ。コンピューターリセッティングかけてたりとか、パワー FC とか入れ替えてたりとか、あとはボディのリペアもやってあるので、その点ですね、を、次の動画でご説明できればと思います。 OK ですね。じゃあ引き続き次回もよろしくお願いします。一旦本日ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よし君、何やってんすか。充電切れってどういうことですか。マイクの充電切れ。マイクの充電切れましたちょっと俺同じことまた言うの、あのテンションでまあいいじゃん。めちゃくちゃいい音。バキ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 